今日は株式会社寿さんから除菌性と抗ウイルス性を持ち合わせたペナックのキュア29というボールペンを提供していただいたので、忖度することなくレビューしていこうと思います。ペナックは株式会社寿さんが展開する筆記具ブランドでございます。皆さんは寿っていう会社をご存知でしょうか？あまり表に出るような会社ではないんですけれども、国内外の大手筆記具メーカーに製品供給をしている業界では非常に有名な OEM、ODM メーカーなんですよね。今回ご紹介するペナックは株式会社寿の自社ブランドなんですけれども、このブランドもヨーロッパ市場に向けて展開しているので、日本では知らない方が多いんじゃないかなと思います。今回は銅の変色を抑えた世界初の抗ウイルス銅製ペンという今の時代にかなり需要が高そうなペンをいただいたので、ボールペンとしてのポテンシャルなども含めて詳しく紹介していこうかなと思います。値段は1000円プラス消費税となっております。このペンの特徴としては、三菱マテリアルが開発するクリーンブライトという銅合金が軸に使用されているというところです。銅というのはもともと強力な除菌性と抗ウイルス性を持っています。でも10円玉を見ていただければわかるように、銅は非常に変色しやすい金属なんですよね。それをもしペンに使うとなるとかなり黒ずんだ感じになってしまって見栄えが良くないです。こちらのペンは変色がしづらくて見栄えも美しい白色銅合金を軸全体に使用していて、定期的に布でさっと拭くだけで常に輝きを維持してくれるペンとなっています。銅の持つ強い除菌性と抗ウイルス性というメリットはそのままで、変色しやすいというデメリットを抑えたということで、グリーンブライトは理想的な素材とも言えます。すべてのウイルスに対して効果があるというわけではありませんが、クリーンブライトに付着したインフルエンザウイルスに対しては20分でウイルスのほとんど不活性化させる作用があるとの実験結果が出ているそうです。そんな抗ウイルス性を持ち合わせた素材を軸の大部分に使用したボールペンとなっています。自分みたいに勉強だったり普段使いの場面では正直なところ気にしすぎなんじゃないかなっていうふうには思いますが、不特定多数の人が使う受付とかそういう場面では今後かなり役に立っていくんじゃないかなと思います。それではデザインについて見ていきましょう。非常にシンプルなデザインでありながらシャンパンゴールドの色合いがかなり上品に仕上がっております。個人的にお気に入りのポイントが横方向にヘアライン加工が施された艶消しの質感ですね。シャンパンゴールドにヘアライン加工はかなり高級感があります。値段は1000円ですが無垢の金属ということで1000円以上の質感が感じられました。直線的なシンプルな形状はラミのイコンに非常に似ていますね。1ミリ近くキュア29の方が太くなっているので、握った感触はちょっと太めといった感じです。太軸好きの自分としてはちょうどいい太さでした。重量は約 30g となっていて、重量級の野原高原のペンと同じぐらいの重量ということで、結構ずっしりとしています。女性の方だと結構重たく感じる重量ですね。不特定多数の人が使用する場面においてはもう少し軽い重量の方が良かったんじゃないかなと思います。非常に柔らかいノック感です。これだけ重量感のあるボディなのでノック感は固めかなと思っていたんですけれども、想像以上に柔らかいです。結構癖になってしまう感覚で、個人的には割と気に入りました。このペンの見た目の特徴として裏側に線が入っているというところですね。普段金属軸のペンっていうのはこういうのがないので最初はびっくりしたんですけれども、分解してみるとその理由が分かりました。内側には樹脂が通っていて、その樹脂の上に 0.5 ミリぐらいのクリーンブライトの板を巻き加工してかぶせているという仕組みです。なので試しに引っ張ってみると銅合金だけ取り外すことができました。なのでこのボールペンの構造は樹脂でできた軸の上に三菱マテリアルが製造したクリーンブライトという銅合金の円筒をかぶせているボールペンということなんですよね。かなり珍しい構造のボールペンです。30g とずっしりとしたボールペンですが、その大部分の重量がクリーンブライトの円筒によるものです。中身は樹脂のボールペンなので、そうすることでコストカットにつながっていて1000円という価格で抑えることができたんじゃないかなと考えています。大事なのは多くの場面で使ってもらうこと。
価格を抑えて普及させたいという気持ちが伝わってくる製品ですね。神経は 0.7mm、全長は 98mm のノック式のリフィルが搭載されています。自分は手元にないんですけれども、他のメーカーでもこの形のリフィルは多く販売されているので、返しに困ることはないんじゃないかなと思います。それでは実際に書いていこうと思います。このボールペンを製造する寿さんは筆記具業界をリードし続けたメーカーということもあって、さすがの品質です。金属で作られた口金の精度が高いので、ペン先のガタつきはほとんど感じられなかったです。内部の振動が気になるということもなかったので、ボールペンとしてかなりよくできているなと思いました。ノック式のボールペンって振ったら結構カチャカチャとしてしまうのが多いんですけれども、このペンは振ってもかなり安定しています。インクは低粘土油性インクを使用していて、かなり滑らかでかすれも少なかったです。ただ一つだけ欠点があって、何かというと金属の匂いがどうしても手についてしまうというところです。抗ウイルス性を発揮させるためには、そこだけはどうしても欠点として残ってしまいました。しっかりと金属の匂いがつくので、気にならなければいいんですけれども、個人的には勉強や普段使いとしてはあんまり使いたくないなと思いました。せっかく上品なシャンパンゴールドの色合いなので、普段使いに使用したいと思っている方も結構多いかなと思いますが、ちょっとそこは残念かなと思います。ただ匂いがつかないように表面にコーティングを施してしまうと、このペンのコンセプトが変わってしまうので、そこは仕方がないところです。金属アレルギーの人は使用を控えておいた方がいいかなと思います。無難なシンプルなデザインとシャンパンゴールドの上品な質感なので、不特定多数の人が使用する場面においては一つの安心材料になるかなと思います。アクリル板とかを設置しているところは多いんですけれども、どうしてもボールペンまでウイルス対策をしている受付は見たことがないです。お店側もそういう対策をしているよっていうアピールにもなりますし、これは今後使うところが増えていくんじゃないかなと思います。ボールペンとしての品質も結構高かったので、金属の匂いがついてしまうっていうところ以外はかなりよくできた製品だと思います。こちらのボールペンですが、来月の10月15日に発売だそうです。3、4ヶ月前からこのボールペンがあったらよかったなと少し出遅れてしまった感は否めませんが、すでに Amazon の方で予約受付をしているそうなので、気になった方は動画説明欄の方からチェックしてみてください。それでは最後に高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。銀の盾を皆さんに紹介するのが夢です。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。